明日の英語のテスト嫌だな。私、英語ってなんか苦手なんだよね。お母さん！どこかで子供の声が聞こえる。もしかして迷子？お母さん！おかしいな。どこから聞こえるんだろう。ワンちゃん！かわいい！君、どこから来たの？お家は？お母さん。犬が喋った？お母さん。なんなのこの犬。怖い。キャー。みさきちゃんどうしたの？なんか今日一日ずっと元気なくない？かけるくん。昨日の帰り道、喋る犬と会っちゃって。喋る犬？かけるくん、今日一緒に帰らない？ってあれ、みさきちゃんいたの？全然気づかなかった。くるみちゃんひどい。ねえねえ、二人とも何の話してたの？くるみも混ぜて。いいけど俺もまだあんまりよくわかってないんだよね。みさきちゃんが昨日喋る犬を見かけたんだって。喋る犬？そうなの。お母さんって男の子の声だったんだけど。それもしかして2丁目のこうたくんじゃない？2丁目のこうたくん？この前ネットで見かけた変な話なんだけどさ。こうたくんの家は貧乏だったけど、優しいお母さんと2人で仲良くつつましく暮らしてたんだって。そんなある日、2人の家に1匹の犬が迷い込んできたの。お母さん、このワンちゃんお腹減ってるみたい。僕のパン半分あげてもいい？でもそれじゃあコウタが食べるパンがなくなっちゃうよ。僕いい。じゃあコウタのパン3つに分けてくれる？わかった。お母さんのパンも3つに分けて1人2つずつ食べれば、はい、これでみんな同じ。よかったね。お前いっぱい食べるんだよ。コウタ、その子に名前つけてあげたら？うちで飼ってもいいの？そうね、もしかしたら迷子かもしれないから、その子の家族の人たちが迎えに来るまでうちで預かっていてあげましょう。やったー！じゃあお前の名前はチロ。それからもチロの家族が迎えに来ることはなく、2人と1匹はとても仲良く暮らしていました。だけどその事件はある日突然起こったの。こうたくんは犬の散歩中、森の中で迷子になってしまって。僕、どうやってここへ来たんだっけ？寒いよ。お腹も減った。お母さん、帰りたいよ。こうたくんは寒さと空腹でとうとう倒れてしまいました。チロは一生懸命こうたくんを温めようとしたけど、こうたくんの体はどんどん冷たくなってきて。チロ、僕の喉を食べて。お母さんに僕の声届けてほしいんだ。チロ、お願い。こうたくんの喉をパクリと食べたチロは、こうたくんの声を届けるために今もお母さんを探し続けてさまよってるんだって。それでお母さんか。ちょっと何泣いてんのよ、みさきちゃん。こんなの作り話に決まってるじゃん。だって昨日の犬ずっと悲しそうにお母さんのこと呼んでたから。それがこうたくんだって思ったら私みさきちゃん、ちょっと私がいるのにいい感じにならないでよ。それにこんな話全部作り話に決まってるじゃん。みさきちゃんが昨日聞いたって声もただの聞き間違いだったんじゃない？聞き間違いじゃないもん。私本当に聞いたんだから。信じられないな。みさきちゃんって怖がりだし幻聴かもよ。私チロを探してくる。みさきちゃん、だって本当にチロだったら、お母さんを探してるんだったらチロを手伝ってあげなきゃ。
ああ、絶対作り話に決まってるのに。まあいいか。かけるくん、一緒に帰ろう。ごめんくるみちゃん、俺みさきちゃんを手伝ってくる。ちょっと、かけるくん。もう、なんでいつもこうなるのよ。かけるくんのバカ。みさきちゃん。かけるくん。俺もチロを探すの手伝うよ。ほんと嬉しい。本当はちょっと一人で探すのは怖いなって思ってたんだ。じゃあ昨日みさきちゃんがチロを見かけたって場所に行ってみようか。うん。チロチロお母さん本当にお母さんを呼んでる。言ったでしょ。ねえ、君チロだよね。コウタくんのお母さんを探してるなら私たちも一緒に手伝っていいかな。いいってこと？よかった。よし、じゃあ早速聞き込み調査だ。まずは2丁目に行ってみようか。何か知ってる人がいるかもしれないし。そうだね。すいません、この辺りにコウタくんっていう男の子は住んでいませんでしたか？コウタくん？知らないな。そうですか。ありがとうございます。すみません、私たち男の子の家を探してるんです。コウタくんって言うんですけど知りませんか？ごめんなさい。私も越してきたばかりなの。そうですか。なかなか知ってる人が見つからないな。この町の2丁目かもわからないし、いつの出来事かもわからない。コウタくんの名字も知らないし、やっぱり探し出すなんて無理だったのかな。みさきちゃん、もう少し諦めずに探してみようよ。かけるくん、ありがとう。チロ？もしかしてコウタくんのお母さん？みさきちゃん、行ってみよう。すいません、はい、何か？コウタくんって男の子を知っていますか？コウタ？あなたたちコウタを知ってるの？コウタは私の息子よ。もう何年も前に亡くなってしまったけど。よかった、コウタくんのお母さんだ。この犬がずっとあなたのことを探してたんです。コウタくんの声を届けるために。ほら、チロ。あなたたち私をからかってるのね。お前なんで何も言わないんだよ。ほらチロ、お母さんってさっきみたいに言ってごらん。いい加減にしなさい。どうしてあなたたちがコウタやチロの名前を知ってるのか知らないけど、こんないたずらひどいわ。それにチロはあの時コウタと一緒に。お母さんごめんね。今この犬。ただいまってお母さんに言いたかった。お家に帰りたかった。お母さんごめんね。コウタ、本当にコウタ？チロはコウタくんから頼まれてたんです。お母さんへ声を届けてって。だってそんな、チロだってあの時コウタと一緒に森の中で。本当にチロなの？じゃあ今までずっと私のことを探してくれていたの？お母さんごめんね。いいのよコウタ。お母さんこそごめんね。コウタとチロをもっと早く見つけてあげられなくて。お母さんこそお母さん大好き。なんでチロ消えちゃった？きっとお母さんにコウタくんの最後の言葉を届けてあげられたから、もう悔いはなくなったんだ。二人ともチロを助けてくれて、コウタの声をもう一度私のところへ届けてくれて、本当にありがとう。ねえかけるくん、チロは無事に成仏できたかな？きっとできたさ。そうだといいな。私お母さんにギュッてしてもらいたくなっちゃった。今日は早く帰ろう。俺も。じゃあみんな、今日も見てくれてありがとう。みんなも迷子にならないように気をつけるんだぞ。大好きなお母さんを心配させるのなんて嫌だしね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またね。